今回インタビューを務めさせていただきます。経済学部3回生の小林大輝と吉本聡です。よろしくお願いします。須直さん、本日はインタビューの時間いただきありがとうございました。須直さんのご経歴を含めて自己紹介の方よろしくお願いします。着付け講師の須直と申します。経歴なんですけれども、滋賀大学卒業後一旦インフラ企業に就職しまして、しばらくは着物とは全く関係のない職場で働いておりました。でそこで、着物の夢が諦められなくって呉服メーカーに転職しまして、でそこで出会った方と結婚しました。で妊娠を機にお仕事を退職しまして、それから自宅で着付け教室を開業しました。 YouTube をしたりとか、インスタとか始めたりなんかして、2年前に、法人設立したという経歴です。ありがとうございます。それでは1つ目の質問をさせていただきます。須直さんがインフラ企業に就職された理由は何ですか？安定した職を求めて就職したという感じです。そうですね、今も多分多くの学生が安定した企業への就職っていうのを夢見ていると思うんですけど、須直さんはなんかそういった安定した生活を続けられるっていう選択肢もあった中で呉服メーカーへの転職を決意されたと思うんですけど、それはどうしてなんでしょうか？着物の仕事がしたいなと思ったきっかけが、滋賀大学在学中に始めた着付けに、のめり込んだっていうのがきっかけなんですね。でそれから、就職は一旦安定した職に求めて入ったんですが、やっぱり自分がやりたいことは何なのかっていうのをよくよく考えてみた時に、その働きながら辛いことがあった時癒しやったのが着付けで着物着ることやったりとかして、やっぱ月曜日から金曜日まで着物を着て生活する。で土日はちょっと違う風にっていう全く逆転した生活を求めました。でそれをそんな自分やったらもっと輝けるんかなと思って、でやっぱ人生は自分が主役だと思ったので思い切ってもう転職を決めました。ありがとうございます。やっぱり着物との出会いが大きかったですね。はい、それでもやはりインフラ企業から呉服メーカー店へ転職されるってさまざまな困難があったと思うんです。それでも須直さんはやっぱり自分自身の道を突き進んでいるじゃないですか。その際に大切にされていた考えなどはございますか？後悔をしないっていうことです。で転職とかってやっぱり後から後悔したらもう本当にそれは自分がかわいそうですし、で周りも止めてくれたりとかいろんな意見をくれたんですけど、それも、踏みにじることになっちゃうと思って、やっぱ後悔しいひん選択をしようっていうのが一番でした。でそれを考える、後悔しないようにするっていうことはやっぱりいろんなパターンを考えて、で自分が納得した道を選択するっていう時にやっぱ自分が一番何が幸せなのかって考えたらお着物の道を貫く、極めるっていうのがすごいワクワクしたんですね。なのでその道を選びました。ありがとうございます。やっぱりそういう人生をかけられる何かに出会えるってすごいいいことだなってお話聞いてて思ったので、僕らも残りの大学在学中にそういう出会いができたらいいなというふうに思います。それでは着物須直について質問させていただきます。まず最初に着物須直とはどのような会社なのですか？誰もが気軽に着物を楽しめる世の中にすることを目標とした会社です。ではどうしてそういった会社を立ち上げようと思われたのでしょうか？学生時代に着付け教室に通ってた時とか、あとは着物が好きで、就職後も、買い物したりとかする中で、着物は高額だとか着付けは難しいとか敷居が高いっていうイメージがすごくはびこっていると思ったんですね。でやっぱ違和感のあるような販売の仕方とかも直面しましたし、そういったことででも私は着物が本当に好きなんで変えなくちゃいけないって思ったんですね。でこれはもう誰か他の人じゃなくて自分がやらなあかんって強く思ったんです。でも何をしたらいいかが分からなくって20代前半はすっごいもがいていました。でどの会社に転職すればいいのかも分からへんし、何の仕事がいいかも調べても出てこへんかったんです。
で、この方に聞いたらいいかなっていう方をたどっていろんな人に質問をして、それで一旦呉服メーカーにいいお出会いがあって就職しました。ありがとうございます。ではそういった経験があった中で起業されたと思うんですけど、今の着物素直の仕事の楽しさっていうのはどういったものなんでしょうか？仕事を自分で作り出せるところです。なるほど。例えば具体的にどんな仕事が楽しいですかね？例えばですね、会社の主なメインとしているところは、YouTube とか、あと物販とか、あとイベントとかなんですけれども、はい、あとは着付け教室ですね。でどれも何も強制されない仕事で、自分がやりたいかったらやればいいし、っていうところです。で例えば YouTube を一つ挙げると、公開してもしなくても別にいいじゃないですか。でも視聴者さんから着物についてこんなことで困ってます、どうしたらいいんですかって聞かれると、私はすごい燃えるんです。もうそれを解決したいってすごい思うんですね。でそうすると動画撮らなって思って、でそれで一つ一つ動画が積み重なっていくっていう感じです。今350本ぐらい動画がアップされてるんですけど、でもその困ってる人がいる限りもう無限に撮っていけると思ってます。なのでその自分でやるかやらへんか決められて、で何をやるかも YouTube じゃなくても形はいろいろ自分で考えてできるので、そういうところがすっごい面白いです。ありがとうございます。YouTube の話あったじゃないですか。ヒューマン・オブ・ YouTube に、素直さんは選出されていたと思うんですけど、社会的な影響を与えるコンテンツを生み出す秘訣などがございましたら教えていただけませんでしょうか？社会的に影響を与えられているかはちょっと自信はないんですけれども、すごい光栄な賞をいただけたなというふうに思ってます。でそういうふうに社会的に貢献するためには、これからもお一人お一人のそういった困ったお声とかをしっかり受け止めて、でコツコツと解決していくことが私にできることかなと思ってます。でそれが、社会的貢献になれば嬉しいし、私自身のもうそれこそが喜びなので、楽しみながら仕事をしていくことにもつながったらいいなと思ってます。いや、いいですね。それこそ滋賀大生でも YouTuber になりたいなっていうような人もいると思うので、見てる人はぜひ参考にしてみてください。貴重なお話ありがとうございます。では素直さんが考えられる起業家として活躍するために大切な能力っていうのはどういったものなんでしょうか？学び続けることかなと思ってます。で今お仕事していく上で本当にいろんな方と関わり合いにならせていただいてて、もういろんな気づきがあります。でもうそんなことも知らんかったっていうことがもう毎日あるんですね。でもそれを学ぶか学べへんか自分次第だと思うんで、できるだけ全部吸収して、でいろんなお声があるんですけれども、それも素直に受け止めて、でそういった姿勢でずっとやっていったら自分としてはすごく成長できると思ってて、で仕事だけじゃなくって人間的にも魅力的なおばあちゃんに なりたいなというふうに思ってるので、その学び続ける姿勢っていうのをこれからも大事にもっと成長したいなと思ってます。ありがとうございます。すごい勉強になります。本当に。滋賀大学の学生にも起業したいって思ってる方はたくさんいると思うので、今のアドバイスを参考にしていきたいと思います。それでは着物素直について最後の質問です。着物素直の最終的な目標、夢は何でしょうか？最終的な目標は誰もが気軽に着物を着られる世の中にすることです。でそのためにはまず YouTube をツールとして、誰でも着物で困ったな、これどうしたらいいかなと思った時にピッピッピって調べたら絶対答えが見つかるようなコンテンツをまず作りたいと思ってます。で他にできることというと、あとはやっぱ着る機会がないっていうのが今着物を着ない理由の大きなところに上がってると思うので、着物サークル素直の着物会っていうのを立ち上げたんですけれども、そこでみんなでお出かけするコミュニティを作ったりとか、そういう仲間づくりもこれからも進めていきたいなというふうに思ってます。なのでそういったコミュニティ作りとか着付けが難しいっていうハードルを下げたりとか、価格の不透明さを払拭するために情報発信をする
で適正価格でこう取引されるような透明性のある業界にして、それで最終的にはもう誰もが気軽に着物を着られるっていう風な世の中にしたいです。ありがとうございます。その素直さんが目標とされているそのタンスに眠る着物資産を循環させるっていうのがその素直さんの目標だっていうふうにブログの方に書かれていたと思うんですけど、そういった部分って現在社会で求められている循環型社会を作るっていう部分と通ずるところもあるのかなっていうふうに僕は思ったんですけど、素直さんはそういう循環型社会を作る、着物の循環っていう点で言えばどういったものが大切だと思われますかね。はい、すごくそうですね、素晴らしいご質問だと思うんですけれども、本当に今日本中に着物が眠っていて、で全部で約4兆円の市場規模だと言われています。でそんなにたくさん眠ってる着物をみんなきっとお家にもあると思うんですね。でも出すのが怖かったりとか、これが何の着物なんか分からへんかったりとかして、もう触るのも怖いっていうのがよく耳にするお声です。でそういったまずは着物を出してもらうっていうのを私は第一目標に置いています。でそのためには着物の畳み方を伝えなくちゃいけないんで、動画で畳み方をこう発信したりとか、あとは出した時どうやって着るかっていうのを着方を丁寧に動画にしたりとか、で次しまい方、保管方法ですね、それをどうするかとか全部こう調べたら出てくるようにして、でまずは出してもらうっていう風なのを目標にしてます。でそうするとやっぱ着物を着ない人でも、じゃあこれは何の着物やから出してみようって思ってタンスからまずは出してもらえるかなと思って、でそれで売ってもらってもいいと思うんですよ。で売ってもらったら次誰かがまた買って、そうずっとこうタンスの着物が回ることにつながると思うんで、ずっと眠ってるのはもう本当にもったいないので、なんとかしてこう回すっていうのを考えてます。で新しく着物を作るその職人さんの技術をこう継承していくっていうのもすごく大事なことやと思ってるんですけど、まずはその最初の一歩をハードルを下げるためにお家にある着物から出してもらえたらなっていうふうに思ってます。でそれがこう循環がつながっていく。ありがとうございます。すごい素敵な考えだなって思いました。僕らもちょっと勉強させていただきます。ありがとうございます。で今までの素直さんのお話を通して、その素直さんの人生っていうのは転職だったり起業だったりっていう次々に新しいことにチャレンジしていくっていうものだったと思うんですけど、その素直さんが新しいことに挑戦する際に大切にされていることっていうのは何なんでしょうか。大切にしていることはまずやるっていうことです。で迷った時にやるかやらへんかでまず一つ目が決まると思うんですね。もうやらへんかったらそれでいつかやろうって言ってもきっとやらへんと思うんで、やろうってちょっとでも思ったらもうとりあえずすぐ足突っ込むようにしてます。でそうするとあれよあれよという間にそれでその一つの選択によって人生が大きく変わったりするので、まずやるっていうのをすごい自分の中で決めてます。ありがとうございます。今の素直さんの言葉を胸にこれからの学生生活、これからの人生、さまざまなことにチャレンジしていきたいと思います。それでは最後に滋賀大生に向けてメッセージをお願いします。こちらカメラに向かってお願いします。滋賀大学は周りの環境もすごく恵まれてますし、先生方も素晴らしい方々がいらっしゃいます。で滋賀大の、一番の魅力はその環境もさることながら近江商人の息が根付いているところやと思います。で私は企業経営学科を専攻していたんですけれども、その近江商人の教えがすごく今でも、根底にあるんですね。で三方よしの考え方が、もう素晴らしい教えだと思うので、そういったこと学業以外でも学べるところがいっぱいあると思ってます。でそれと、滋賀大学のつながりというのは、本当に財産になると思います。実際に私は滋賀大学の時の、仲間が今ビジネスパートナーになってたりとかで、滋賀大の先輩方にいろんなことを教えていただいたりとかして、今でもそのつながりがあります。
なので滋賀大学の学生の皆さんも今のお友達きっと大人になってからも長い付き合いになると思いますので、その人とのつながりを大事にして滋賀大学のその学生生活を存分に楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらでインタビューは以上になります。ありがとうございましありがとうございた。ました。ありがとうございます。